皆さんこんにちは、フォトシンです。今日は秋の作品から構図、物語の構成、設定の解説をしていきたいなと思います。もうすでに先日ね、冬の動画を公開したんですけれども、実は言うと秋もね、かなりたくさん撮影していたので、その割には動画が出せていなかったというところで、ちょっと今回はですね、秋の作品をいくつかピックアップして、その中でなんでこんな構図で撮ったのかとかね、どういう思いで撮ったのか、その物語の構成ですかね。とあとは、設定のこととか、どうやってフィルターを活用したのか、またそのなんで活用したのかっていうところもですね、お話しできればなと思いますので、これから晩秋迎えるところももしかしたらあると思いますし、冬の撮影等でもですね、活かしてもらえる内容があると思いますので、ぜひですね、最後までお聞きいただけたらなと思います。チャプターに分けていますのでね、興味のあるところに飛んでご覧いただければと思います。また今回の内容はですね、私のビュートリーというね、ノートのマガジンでも、毎月書いていますので、興味のある方はそちらも購読していただけると非常に嬉しいです。じゃあ早速ですね、たくさんありますので、1つ目からやっていきたいと思います。それではまず1つ目になります。こちらは白樺の紅葉を撮影した、作品になるんですけれども、白樺っていうとね、白い幹をね、撮ったりすることが多いかもしれないんですが、こちらは葉っぱを、中心にですね、撮影しているものになります。今年の夏はめちゃくちゃ暑かったと思うんですけれども、やっぱりその影響で植物たちもですね、かなりその秋になってきて、より今年の夏暑かったなっていうのがね、鮮明にその影響が現れてきたっていうところなんですけれども、葉っぱを見るとね、よくわかりますね。もうチリチリになっていって、ちょっとこうシミがついていたりとか、もう早々ともう散ってしまった、そういった、個体というかね、枝とかもあったと思うんですけれども、それをねちょっと撮影したっていうところになります。で、紅葉とかって撮るときに大体皆さんどうですかね、綺麗なところを撮りましょうとか言われたことないですかね。できる限り綺麗なところを切り取りましょうとか、もちろんそれもね、大事なことなのかなと思うんですけれども、私はこの結構作品として、撮るときにですね、やっぱりその時のありのままの状態を撮るっていうのも非常に大事かなというふうにね思います。で、それを見たらこの時の夏がどうだったのかっていうのもやっぱり思い出せるんじゃないかなっていう、そういったこともありますので、私はちょっと今回こちらの作品はあえて傷んでるものを選んで、撮ったっていう感じになります。ご覧の通りね、かなりシミがついているような感じでですね、そして左側にはもう早々に散ってしまった、その枝っていうのをですね、添えながら両者の関係性、コミュニケーションというところをですね、撮影したものになります。あなたさっさと散っちゃって、私ももうこれから散っていくんでしょうかみたいなね、そんなようなことを感じて、撮ったというところになります。で、ちょっと後ろね、背景がね、ちょっと面白いことになってるんですけれども、なんか斜めの線になってるな、なんでこんな白いんだろう、青いんだろうっていうところなんですが、実は言うとこの裏側に池があってですね、ちょうどこの時は爽やかな晴れ、っていうところで、青空の、反射リフレクションを、背景に入れています。で、持続的にこう雲が流れてきたので、うまく流れてきたところで、撮影をしているんですけれども、なんでこんな斜めの線なのっていうところなんですが、実は言うとこちらの作品は水平に従わずちょっと、カメラをですね斜めにして、撮影をしています。これ理由がありましてですね、水平に撮ってしまうとなんか平凡だったっていうこともありますし、一番はですねこの、枝、右と左の枝の関係性っていうところで、水平よりもちょっと斜めにした方がね、お互いのこの、対話っていうところが強調できるかなって思ったので、このように斜めにしています。またこう右からね、垂れるように、来るこの紅葉ですかね、白樺の。これも見え方もね、やっぱ斜めにした方がね、非常にこう流れが良かったので、それで斜めにしています。そしてもう一つはね、時の流れっていうものをですね、少し入れたいなというところで、夏がね、終わって秋が来てっていうところで、そういった時の流れを背景に添えたかったというところで、ちょっとスッスッとこう斜めのラインになってるんですけど、そんな思いもあって、あえて斜めにして撮ったというところになります。なので撮影するときに必ずしも水平じゃなきゃいけないっていうこともね、実は言うとないかなと私は思うんですけれども、それは被写体によって、もちろん、そういう撮影場面によって水平を維持した方がナチュラルだったりとかね、というところもあると思うんですけれども、表現の上で、意図的に斜めにしたりするっていうのもですね、ありだと思いますね。そういった意図があって、このようにしたっていうところですね。本当に暑い夏をね、思い出させてくれる、私にとってはそういったね、作品になるんですけれども、綺麗なものだけじゃなくて、その年にしか見れないものだったりもすると思いますので、そういったものもまた記録として残していくっていうこともね、非常に大事かなというところで、今回ね、こちらの作品を紹介させていただきました。
続いて2つ目はこちらになります。楓の葉っぱが、散ってしまって、それがですね、実は言うとこれ枝の先っちょに突き刺さっているような状態になっています。その一つのね、葉っぱにフォーカスを当てて、全体を整えて撮ったというようなね、一枚になるんですけれども、まさにこう秋の終わりをですね、感じさせるような、光景かなというふうにね、思います。ただこれ撮影したのが10月の中頃ですかね。本当はもうちょっと紅葉がね、しっかりとしていなきゃいけない時期なんですけれども、今年はやっぱり状態がですね、あまり良くなかったっていうこともあって、早々に散ってしまう個体がね、非常に多かったです。そういった、異例の現象というかね、というところで、ちょっとね、びっくりしながら撮っていたところだったんですけど、そんな葉っぱの最後の瞬間をね、記録として残しています。で、上部の方にも、天井用に枝が伸びて葉っぱがいくつか残っていたりするんですけれども、それもまたね、儚い感じというか秋の終わりを感じさせるような光景ですね。そして、その下にですね、この森の情報を少し入れたいなというところで、他の木々たちの姿っていうのもですね、入れています。ご覧の通り左下はまだ葉っぱがいくつかついている。そして右側はブナの木なんですけれども、すでに葉っぱが散ってしまっているようなね、状態なので、そういった、葉っぱのね、が散っていくその流れっていうのをですね、この中で、作り出せたらなと思って、下の森の情報も、入れ込んでいます。で、ここで私が一番、気に入っているというか、一番の被写体っていうのはやっぱり真ん中のこの葉っぱになるので、それが後ろの、背景と干渉しないようにですね、ちょっとこうくぼんだところ、背景の、森というか木々たちのくぼみのところにうまく入るようにですね、自分の体勢を整えて、シャッターを切ったというようなね、そんな作品になっています。これも10月中頃で、撮るような写真じゃないのになって思いながら、もう晩秋11月ぐらいの、作品じゃないかなと思いながら撮った一枚なんですけど、そういった感じで、手前の被写体とあと後ろの森のね、組み合わせというところで、その環境をね、伝えながらこの、被写体への思いっていうものをですね、一つまとめた、そんなようなね、作品になっています。続いて3つ目はブナ林の作品になるんですけれども、ちょっとこちらも晩秋感がある一枚になっています。手前に垂れている枝があって、そこにいくつか葉っぱが残っているような状態です。さらに後ろに他の幹になるんですけれども、ブナの木の姿、そして残った葉っぱの姿っていうのをですね、重ねて撮影した一枚になっています。ブナ林に行くとやっぱりその幹っていうのがね、結構やっぱブナの幹って素晴らしいので、樹幹が、そういったものを取ったりするっていうこともね、あったりすると思うんですけれども、ここではですね、ちょっと葉っぱの姿っていうところで、この季節の終わりというものを表現しようかなっていうのでね、撮影をしています。で、割とその葉っぱだけを取ったりとかね、垂れている枝だけを取って表現するっていうこともあると思うんですけれども、やっぱりもうちょっとこの奥深さっていうところと、その周りの環境っていうものも伝えられたらなということで、後ろの幹の姿っていうものを重ねて、入れています。で、この撮影時に少しこだわったというかね、ちょっと注意したところがあったんですけれども、絞りをどうするかっていうところです。今回撮影したのは F5.6 というね、数値なので、かなりね、開放な、撮影をね、しています。で、これ開放で撮影する意図っていうのはですね、やっぱりこうすごく絞ってしまうと手前と奥にね、振動が深くなるのでピントが合うんですけれども、この手前の、もう枝ですかね、枝と葉っぱの主張が後ろと喧嘩してしまうっていうね、後ろがはっきり見えることによって主張がね、お互い喧嘩してしまうので、程よい距離感が作れないんですよね。なので今回 5.6 にしてあげて、手前にピントを置いてあげて、奥はほんのりボケて、でもシルエットはわかる、葉っぱの存在はわかるぐらいの、ボケ具合っていうところで、そういった、関係性が作られる方がいいかなということで 5.6 をね、最終的に選びました。もうちょっと絞って撮ったりもね、したものもあったんですけれども、やっぱりね、少し開放にしたぐらいが程よかったので、なぜ 5.6 にしたのかっていうのはね、そういったところにあります。結構絞りってどうやって決めてますかとかね、言われたりするんですけれども、明るさをコントロールしたりとかね、あとはシャッタースピードをコントロールするために F 値を変える、絞りを変えるっていうこともあるんですけれども、手前のその被写体と奥の被写体のパワーバランスですかね、主張の出方を、調整するという意味でこの F 値を、調整するっていう、こともあると思いますので、ここではそういった意味もあって F 値を変えて、5.6 ってもので最終的には選べました。よくその F 値について聞かれたりするんですけれども、そういった視点で、F 値をねコントロールしてみるっていうのも非常に大事かなと思います。そんな感じでこのブナ林の中でね、あともう風が一吹き吹けば、この葉っぱたちも散ってしまうようなね、そんな状態なんですけれども、秋の終わりを感じさせるようなね、そんな作品になっています。
続いて4つ目はこちらになります。これはですね、晩秋に撮影した白樺竹看板の密林の中に潜む、ちょっと心臓をイメージした、小さな心臓をね、イメージした、作品になります。晩秋の時期っていうとね、なんか儚さを感じたりね、悲しそうななんかこうイメージをね、が強いと思うんですけれども、これは逆にすごくね、こう、ポカポカとした温かいね、気持ちにさせてくれるようなね、光景でした。で、ご覧の通り白樺竹看板のね、紅葉っていうのは終わって、もう葉っぱも全部散ってしまって、密林だからその幹の色彩が、より際立って出てきてくれている。そして葉っぱがね散ったからこそその奥にあるね色彩で、今回はこれ緑色のものはね笹になっていますね。隙間に笹の緑があって、でその右側はねもみじになるんですけど、まだもみじこれからっていうところで、ちょっと今年はその紅葉のね、ラグというか、それぞれの、植物でラグがねあったりしたので、それによってね得られる色彩でこの2色がね存在しています。本当にこの山の斜面の中にこの淡い2つの色彩がねポツンとあって、本当に小さい心臓がこううごめくようなね、実際に動いてないんですけど、そんなようなね気持ちをねこう抱かせてくれたっていうところでね、そこを気に入ったのでね、ちょっと撮影したものになるんですけど、こういったものもですね秋ならではなのかなと思います。この晩秋っていうよりはね、ちょっとこう春を感じさせるようなね、そんなような、ギャップにもね惹かれたんですけれども、これもね時間が過ぎるとこの黄色い色彩もね、このもみじも散ってしまいますし、雪が降れば当然この、笹もですね緑は消えてしまいますし、そういったところではね、この時期だけにしか見れないものということでね、そういったところにこう儚さというか、いいなと思うものをね感じて、撮影したっていうところですね。きっと皆さんの住んでるエリアにもですね、白樺だけ看板ないかもしれないんですけれども、密林っていうのはねあると思いますので、葉っぱが散ってしまったら今度は幹がねすごく生きてきて、幹の色彩が生きてきて、その中にきっと何か、残っている色彩だとか、木の幹とかね、別の個体の木があったりとかね、また別の色の木々があったりとかすると思うんですけど、そういったものを見つけ出して、何か自分なりに感じてみて撮ってみるっていうのもね、これからできることなんじゃないかなと思います。雪が降る前に、また降らないところもね、皆さんの住んでるエリアあると思いますので、そういった視点でこの晩秋の時期をね楽しんでみてもいいんじゃないかなというふうに思います。そんな感じでね、ちょっと今回小さな心臓ということで、ちょっとね紹介をねさせていただきました。続いて5つ目は宮山のブナ林で撮影した1枚になるんですけれども、ご覧の通りもう葉っぱもですねだいぶボリュームが少なくなってきて、ワインレッド色になってきているようなね状態になります。これだけでも結構晩秋感があるようなね、シーンかなと思うんですけれども、なんでこんなにキラキラと光ってるのかっていうところなんですが、もう勘のいい方はねわかると思うんですけど、後ろにね太陽があります。これ逆光のシーンでね撮っているから、その透過光でこのように綺麗に色が出てきています。でさらに後ろに高い山があるんですけれども、その高い山の斜面っていうのはまだ影の領域にあるので、それで背景が引き締まってより手前の葉っぱが、キラキラとして、浮き出てくるような、そういった物理的な構造によって得られるね美しさっていうところでね撮影をねしています。そしてちょっと色彩理論の話になるんですけれども、こちらのシーン、そして作品の中には4つの色彩が、主にね含まれています。まず1つ目はブナの、オレンジっぽい色彩ですね。そして、白樺の黄色い、紅葉、そして背景にはですね少し濃いめの、青、ブルーですね。で左上は少し淡いんですけれども、これは太陽の光の影響を受けているので若干水色チックな感じで薄い、ブルーになっています。主にはこの4つになるんですけれども、これはですね色相関の中でいうテトラードというね、四角の関係性になるんですけれども、今ちょっとその図を出しているんですけど、この関係性にあるということで、理論的にもですね綺麗な、調合というか色の組み合わせということに、なっています。こういった自然界の中で色を、撮影するようなシーンっていうのは、この色彩の理論をですね少し、活用しながらですね、この色とこの色は、相性がいいとか、そういったことをですね念頭に置きながら、撮影したりするとね、色味も綺麗に整ったりしますので、紅葉のシーズンとかは特にですねこういった色を扱うシーンが多いので、そういった理論も、頭の中に少し入れておくと、いいんじゃないかなというふうに思います。他にもですね、分かりやすい例で言うと補色っていうのがねあるんですけれども、この色相関でいうね対の関係にある色彩っていうのは、組み合わせとしてね非常に相性がいいので、そういったものを一緒に入れながら撮ってみるとか、そういう風にしてみるとね色彩的にも調和が取れて、綺麗に見えたりしますので、そういったこともですね、頭の中に入れておくとね非常にいいんじゃないかなというふうに思います。カラーコーディネーターとかのね本とか色彩の本って結構本屋さんとかに
に行くとね、売ってたりしますので、そういったものをね、見てみるとか、各色が持っている意味とかね、心理作用とかっていうものもあったりしますので、そういったものもあると、また自分らしい表現にね、つなげられるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、興味ある方はそういったところもね、手に取って読んでみたりするのもいいんじゃないかなというふうに思います。続いて5つ目は明け方の竹看板林になります。竹看板というとね、きっと私のチャンネルをご覧いただいている方であれば、聞いたことがない人はいないんじゃないかっていうぐらい、しょっちゅう竹看板って言ってると思うんですけど、非常に私の好きな樹木でですね、住んでいるところ、撮影しているところに非常に多く、生えているというか生きているので、それでね、よく撮ることがあるんですけれども、生き様が本当に木に出ているというところ、それがね、やっぱり一番私が気に入っている点でもあります。で、葉っぱがある時期っていうのはね、どうしてももさっとして、わからないんですけれども、葉っぱが散った後っていうのはこの幹の姿が露骨に出てくるのと、樹皮っていうのが結構鮮やかなね、こう白っぽい色をしているので、橙色というかね、なのでこうちょっと暗い中でもね、浮き出てくるというか、目立ってくれる、それがね、美しさにつながっているのかなというふうにね、思います。で、この竹看板を撮った時間っていうのはですね、実は言うと日が昇る前のね、明け方になるんですけれども、その時間ってなぜ撮ってるのかっていうと、やっぱり昼間の時間だとね、光が強すぎて、全部が明るくなってしまうので、この竹看板の幹の美しさっていうのがあまり伝わらないというか、ちょっとこううるさくなりすぎてしまうんですよね。なので日が昇る前のちょっとトワイライトのようなね時間帯に撮ってあげると、そもそもこの樹皮っていうのは、鮮やかな、色というかね明るさを持っているので、それを生かしてあげるというところで、あえて暗い条件で撮ってその姿を浮き上がらせてあげようという、そういった意図でこの時間帯をね狙ってきました。で、運が良かったのがこの日満月があってですね、その月もねあったので、それも添えて撮ってみようということで、今回はね満月をちょっとこの山の上にちょこんと添えて、撮っているというような感じになります。なのでその木のね状態に合った、光っていうものもですね、やっぱり選んでいくっていうのはね非常に、大事なところでもあるし、面白みのあるところだと思いますので、きっと皆さんも好きな樹木あったりすると思うんですけど、この木だったら、またこの木の様子だったらどの光で、撮ってあげたいかっていうのをですね、ぜひ考えてあげて、その時間帯を狙って、行ってみるとね、また面白い撮影ができると思いますので、もしそういう木があったら、いろんな時間でね試してみるといいんじゃないかなというふうに思います。続いて7つ目はこちらの白樺の作品になります。これは決してインパクトのある1枚ではないんですけれども、いろんな情報が含まれているよということで、それをですねちょっとお伝えできればなということで、今回ねピックアップをしております。ご覧の通り白樺が水の中に横たわって死んでいく姿というところで、それが一つの軸というふうになっています。で、右上を見ていただきますと波紋があるんですけれども、これが一つの情報になっています。この時どんな天気だったのかっていうのを伝えるための情報になるんですけれども、たくさんの波紋が、ちょっと大きい波紋がねできていて、気泡ができるほどの波紋がねあったりしますよね。っていうので、それを見ると結構強い雨が降っていたんだなっていう情報になっています。で、ここでやっぱり大事なのがシャッタースピードになってくるんですけれども、あんまり遅い、例えば1秒とか2秒とかにしてしまうとのぺっとしてしまうので、この波紋が消えてしまうので、やっぱりちょっと早めのシャッタースピードを選択しなきゃいけないっていうので、今回50分の1というねシャッタースピードを選択してるんですけど、欲を言うともっと早くしたかったっていうのはあるんですが、それをするためには ISO 感度を上げたりとか F 値をもっと下げて開放に持っていかなきゃいけないっていうね、シャッタースピードを稼ぐためにそういう操作をしなきゃいけないんだけど、それをすると、ISO 感度を上げることによってノイズが出たりとか、する影響もあったりとか、F 値を下げて被写界深度を狭くすると、このキーだけじゃなくてその他にもやっぱりピントが届いて欲しかったっていうのがあったので、あんまり深度を浅くしたくなかったっていうところもあったので、50分の1で、これだけ波紋が得られていればいいかなというところで、今回このシャッタースピードを選択しています。そういった感じで、波紋を生かすためにどのぐらいのシャッタースピードがいいのかっていうのもですね、その他の、犠牲にする部分も考えながら、設定していくっていうのが、大事になってくるかなというシーンですね。そして、左下を見ていただきますと、黄色いもみじのね紅葉があるんですけど、こんないいところにポツンとね、ありました。本当にね実際あったんですけれども、この黄色い葉っぱがあるかないかで私は取るか取らないかを決めるぐらい、それぐらい大事な役割を、していた一枚でした。なぜこの一枚が非常に大事かというと、この
黄色いもみじがなかったら季節っていうのがわからないんですよね。本当に小さい黄色のもみじなんですけど、これが1個あるだけで秋の終わりなんだなっていうのがわかるということで、それがわかると、次第に今度は雪が降って冬が来るんだなっていうのをですね想像させてくれる。そうするとこの倒木っていうね、ところに対する気持ちっていうのがまたちょっと変わってくるという、そういった奥深さが感じられる、葉っぱっていうところで非常に大事な役割をねしてくれていました。で PL フィルターをね今回ここで活用してるんですけれども、この葉っぱのあるところには PL フィルターが効いてくれている。なので、下の様子っていうのは見えていますし、葉っぱもリフレクションの影響を受けていないという状態。ただ右上を見ていただきますと、雨が降っているところは、リフレクションが残っているので、よりその、波紋というものがですね際立って見えてきているんですけれども、それ取ってしまうとね波紋が弱くなっちゃうので、やっぱりそこはリフレクションを残しておいた方がいいということで PL フィルターを使ってそこをね調節したというところになります。なんで右上は反射残って下は反射が消えているのかというと、その変更のムラによってできるものになるんですけれども、それをですね活用して、調整したというところになります。青空とかでやると変更ムラってねちょっと違和感があるんですけど、水面とかでやるとねちょっとこの後の作品も見ていただきたいんですけど、こういうような、表現もできたりしますので、そういったデメリットっていうところかもしれないんですけど、それを逆手に取るっていうね表現をしています。何かこう被写体を撮るときに、それがどういう情報を持っているのかっていうのをですね考えながら構成していくと、また全体としてねいろんなことを伝えられる一枚になってくるかな、またその想像させるようなね一枚になってくれるかなと思うので、インパクトは弱いんだけど後々こうじわじわくるような、そういった、シーンかなと思ってね、私はこちらのね作品を、撮ったっていうところと、あとは今回ちょっと紹介をねさせていただきました。ぜひですね皆さんも、その主要な被写体に対して周りにどういう情報があるのかっていうのを見ながら構成して、それを生かすためにどういう設定で撮るのがいいのかっていうところもですね考えながら、撮れるといいと思いますので、ぜひそんな視点で、周りを見てみるといいんじゃないかなというふうにね思います。続いてはこちらの作品になります。これもまた渋めな、晩秋っぽい写真になるんですけれども、池のほとりで撮影した、ものになります。黒い大きな幹が見えているんですけれども、なんか全体的にパッと見るとこれ何が起きてるんだろうっていうところなんですが、水面のリフレクションをですね撮影しています。左側の大きい、手を広げたようにね生えている木はハンノキというね、樹木になるんですけれども、それが水面に反射されているような状態です。そして右側にはちょっとこう散りかけのね葉っぱがあるんですけれども、これは両部というね、木になります。それでですねこの両者を2人並べてリフレクションの世界の大きい木、もう葉っぱもねだいぶスカスカしてきているような状態、これでも十分秋というね感じもしますし、そしてさらにそれを強調するように実物というかねリフレクションじゃない本当の木の被写体をですね添えて枯れている様子っていうのと合わせてこの秋の終わりを表現しています。そしてさらにその水面の中を覗かせるというところで PL フィルターをですね少し効かせて、この両部の紅葉しているところのね後ろ側が少し黒いゾーンがね丸い黒いスポットがあるんですけれども、そこで水の下にある葉っぱ、もう散ってしまった葉っぱたちが土をかぶっていくようなね、そんなところを少し覗かせているというね、3つの要素で構成をねしています。なのでこの葉っぱが散って、いずれはですねこの下の水の中で土をかぶって眠っていくような、そんなものをですね感じられるような一枚としてね、撮影をしたというものになっています。でここでも先ほどの変更ムラっていうものをですね使った表現をしているんですけれども、この紅葉して葉っぱをつけているね両部の後ろ側に少し横長の、丸いね円形の黒いスポットがあるんですけれども、そこは PL フィルターを効かせている場所、効果がかかっている場所ですね。そうじゃないところはちょっと青っぽくなってて、空の青さがね映し出されているんですけれども、あえてその葉っぱの後ろをね暗くすることによってよりこの両部のね紅葉の葉っぱを強調したいなっていう意図があったので、このようにこのポジションで効かせているっていうような感じになります。プラス、その内部の葉っぱを覗かせることによって、このリフレクションの木々たちから落ちた葉っぱだとか、またはこの両部の落ちた葉っぱたちがいずれこの土になっていくという、そういったところへの終着地点というかね、行く先のゴールというところになるんですけれども、そういった、意図もあってあえてねその最後の姿を見せるという意味で、覗かせているような感じになっています。
もう一枚こんな感じの作品も残しておりますが、これがですね、リフレクションで、リフレクションが残っている部分に上に生えている木の姿っていうものをですね、載せています。葉っぱもまばらに残っているというような感じですが、もうだいぶ散ってきているような様子がわかるかと思います。そして左上は CPL で反射をちょっと取り除いてあげているというところで、これも言ってみれば変更ムラですかね。そういったもので若干その内部、水の中っていうのはこういう風になっているというものをですね、見せているというような感じになっています。上の木々たちから散った葉っぱたちがこのようになっていますというような、作品なんですけど、そういったものもですね、水面では、表現するとなかなか、面白いですし、晩秋らしい作品になるのかなというふうには思います。なかなかこんな感じで湖面にね木が張り出しているところっていうのは、限られているかもしれないんですけど、もしそういうものがありましたら、こんな感じの表現も面白いんじゃないかなと思います。続いては落ち葉と水の流れを使った作品たちになります。晩秋の時期になると私はこうした残された葉っぱとね水の流れを使った作品をね好むんですけれども、やっぱりこう土の上に落ちて土に帰っていく葉っぱもあれば、こんな水場の近くでね、育っている木々たちの葉っぱっていうのは風に舞って落ちて水に流れてどこに行くんだかわからないね旅を続けるというね、そういったところにもものすごく、惹かれますし、ちょっとそういったものをですね撮影しています。こんな感じで水のね激しい流れの中に出っ張った岩のところにペタッとね2枚のブナの葉っぱがくっついているんですけれども、非常にシンプルな構図というか構成に、ね、なっています。でやっぱりこう秋の終わりってねなんか終わっていくってただ単に終わっていくだけじゃなくて、過酷なものも待っているというそういった現実もあったりする、それがねすごく感じられるようなシーンで、この葉っぱたちは間もなく、この水の中に飲まれてどこに行くんだかわからない旅にね出るわけなんですけれども、そんな、彼らのね旅の、始まりといえばね始まり終わるんだけど始まるというか、そんなものをね、撮影したというところになります。でやっぱりこの厳しさっていうものをですね表現するというところで、この水の流れの激しさがより伝わるようなところを選択して、構図を作ったというところがこの作品でねちょっとこだわったところでもありますし、この地形上どのアングルで狙ったらその険しさが出るのかっていうところと、あとはシャッタースピードもですねやはりこだわったところになるんですけれども、今回はですね5分の1秒というねシャッタースピードにしてるんですが、私は結構前回の動画でも言ったかもしれないんですが、10分の1とかね5分の1とか、そのぐらいのシャッタースピードがねかなり好みのシャッタースピードになっています。なぜかというと程よいんですよね。適度に流れるんだけどその躍動感ですかね、荒々しさっていうものも入り混じるというか、そういう適度な流れのがね得やすいのが10分の1とか5分の1なので、そういった値をね選択することが多いです。もちろんそれは水の流れ、もともとある水の流れの速さですかね、それによっても異なりますし、その被写体に込める思いですかね、優しさを表現したいんだったら多分もっと長く流したりとかして、糸みたいにしますけれども、ここではこの秋終わってからね晩秋のちょっとこう厳しい未来が待っているということを、伝えたいということで、今回ねこんな感じにしました。続いてもう一枚ですね。こちらも同じような思いで撮ったものになるんですけれども、こんな激流の中をですねこれから流れていくんですけれども、そこの前のところでねしがみついているような、そういった瞬間ですね。これも何気ないところで、撮影はしているんですけれども、岩の構造だったり水流ですかね、流れを見て、より力強さが出ているかどうかっていうところもですねここを選んだポイントになるんですけれども、葉っぱがついていてたまたま力強さがある水の流れがね、あったのでそこで撮影したというような感じになっています。これは左上から右下にかけてね対角線にこう水の流れがねこうラインがあるっていうところもね一つ力強さを生んでいるところと、中央部のね水のこの、流れのねところもかなりの力強さを感じますので、そういったところもポイントになってくるかなと思います。続いてはこちらですね。葉っぱではないんですけれども、苔だったりとかそこにしがみつくような草ですかね、それに対して、この激しい水の流れをですね、共演させているんですけれども、さっき言った、葉っぱたちは流れていくんですけど、この苔とか草とかっていうのは流れないでここでずっと生きていかなければならないというね、そういったまた残るからこそ、体験されるその恐怖というかね脅威っていうものもあるんですけど、それをね、この1枚では表現をしています。ここもですね上から、かなり、力強い水の流れがあるんですけれども、ちょっとこう1、2、3段階ぐらいのね階段構造になって水の流れがあったので、これはなかなかいい力強さが、得られるんじゃないかなということで、ちょっとこの草をですね草や苔を、一番の
テーマというか中心の被写体として、水の流れを添えたというような感じになっています。ここでもやはり10分の1というシャッタースピードを選択しているんですけれども、その理由は先ほどと同じ、理由になります。こんな感じで、秋の終わりにはですね、ちょっと厳しさを表現するっていうことがね、あるかと思うんですけれど、これから冬がやってくるとかもあるんですけど、そういったものもね、水の流れを使ってそういった厳しさを表現するっていうのも、ね、晩秋ならではのね、楽しみかなと思いますので、残された葉っぱ、倒木とかね、落ちた枝とかでもいいと思うんですけれど、何かそういったものに対して思いを感じながらですかね、なんか水の流れを、自分なりに添えてみるっていうのもですね、非常に面白いと思うので、ぜひ、川に行った際は試してみてください。そして最後の作品になります。これは雪が降った日に、朝撮影にね出かけたものになるんですけれども、山の中をですねとぼとぼと、一人歩いていて、誰もいない環境でね静かだったんですけれども、しんしんと朝ねずっと雪が降っていて、ご覧の通りねまだ紅葉が残っていた時だったので、もみじのねオレンジの色彩がこの白の中に浮き出てきて、本当に肉眼で見てもね美しい、光景だったんですけれども、でそこの左側にねちょこんと立った一本の木があるんですけれども、これが、一つの私は気に入った被写体でした。で、純粋にこの木を見たときに、この自分の背中をですね見ているような、そんなような、気持ちに、なったんですよね。この誰もいない静かな、森の中に入っていって、この紅葉を見て綺麗だなって思ってるその後ろ姿を、この木に、投影したというような感じですかね。これはですね客観性というものをですねちょっと伝えられればなと思って、撮影した作品になるんですけれども、これをご覧いただいた方がですね、この、雪の景色を見て、その中にいるっていうことをですね、客観的に感じてもらいたいなっていうので、作品にしたというものになっています。ちょっとねうまくね説明ができているのかっていうところなんですけれども、そういった、一枚ですね。はい。これから雪の撮影っていうのはね飽きるほどまた3月4月までねやっていくことになると思うんですけれども、やっぱりこの秋の色彩が残ってるっていうのはね本当にわずかな、期間ですし、この雪がかぶっちゃうともうもみじとかってすぐ散っちゃうので、次の日ぐらいに、そういった中でね貴重なシーンを撮れたなっていうところで、本当に自分の中でも印象的なね、瞬間だったかなと思います。これ最後はねちょっと客観性っていうところなんですけど、何かね客観的に見るような表現っていうものもですねまた奥深さがあるのかなと思いますので、そういった表現もねぜひしてみてはいかがでしょうか。ということで最後はね雪の写真になったんですけれども、これで、今回の作品は以上になります。はい、という感じで今回は秋の作品たちを使いながら構図のこととか物語の構成、そして設定やテクニカル的なところもですね少しお話しさせていただいたんですけれども、また皆様のねこれからの撮影の中でスパイスとしてね活かしていただけたら、非常に嬉しいです。また私の冬の撮影のワークショップ等もですねやっておりますので、まだ若干空きがありますので、興味のある方は概要欄をご確認ください。また今回のようなねストーリー、撮影のねお話っていうのは私のノートのマガジンですね、ビュートリーで、月額980円で、書かせていただいておりますので、もっともっと見たい方はぜひそちらもチェックしていただけると非常に嬉しいです。はい、ということで、今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。